一条天皇の最後。光る君へに学ぶ日本史。道長に翻弄され続けた生涯。一条天皇は叔父の藤原道長が次第に増長して天皇や皇太子の拝留を独断で行うようになったために道長を恨んだ。一条天皇の最後を詳しく見ていこう。一条天皇は980年天元3年延佑天皇の第一皇子として藤原の兼家の娘彬子との間に生まれた。兼家は我が孫一条を帝位につけるため三男の道兼と崋山天皇を騙して出家させている。そして7歳で即位した一条天皇だが、兼家が病で引退すると嫡男の道隆が摂政となった。道隆は娘の貞子を中宮とすると兄の惟親を参議にするなど我が家のみを優先している。やがて貞子のもとには清少納言などの優秀な女房たちが仕え、一条天皇は貞子と仲睦まじく過ごした。しかし世間では天然痘やはしかなどの疫病が蔓延していたが、関白となった道隆は大酒を飲み政り事を怠っている。995年年号が省略から長徳に改元されたが、疫病は全く収まる気配を見せなかった。道隆は飲酒により糖尿病が悪化すると代わりに嫡男惟親を内乱にすることを一条天皇に申し出て宣旨が下されている。宣旨は道隆の病の間というものであったが、道隆の正妻高子の兄高階の信則が病に変えてと改ざんしようとした。そのため一条天皇と母の東三条院彬子は高階家を警戒した。また若くして内大臣となっていた惟親は傲慢となり周りの者たちから嫌われていた。ある時東三条院が石山寺へ参詣したため道長や道綱など多くの公卿たちが同行した。ところが惟親は多忙を理由に粟田口のあたりで引き返してしまう。そのため東三条院は甥惟親に悪印象を持ち嫌ったと言われている。それでも道隆が死去すると一条天皇は愛する貞子の兄惟親を関白に次ぐ内乱にしようとする。しかし東三条院は高階家が台頭することを恐れ道兼を関白にするよう一条天皇を説得した。関白に就任してわずか10日ほどで道兼は疫病で逝去したため7日関白と呼ばれた。他にも7人の現役の公卿たちが疫病で逝去したため後継者争いは惟親と道長の2人に絞られる。この時も東三条院が一条天皇の寝所にまで押しかけて夜通し中説得して道長が内乱となっている。惟親は妹の貞子が一条天皇に愛されていることをいいことに国母として天皇以上の絶対的な権力を持つ東三条院彬子を侮ったことが致命傷となった。道長は内乱とともに右大臣に就任し藤原氏の氏長者にもなったために権力が一挙に道
道長に集中する。そのため常軌を逸した惟親は公卿たちが揃った陣の定めで道長を罵ったために二人は口論となっている。藤原実資は正勇気にその3日後に道長と惟親の弟高家の従者同士が七条大路で乱闘を繰り広げ、道長の従者が殺害されたことを記している。翌996年長徳2年、焦って冷静さを失った惟親は高家と火山法皇に矢を射るという不敬を犯して流罪となる。父親に続いて兄の惟親という後ろ盾をなくした中宮貞子は発作的に自分の髪の毛を切り出家してしまう。一条天皇の子を身ごもっていた貞子を憐れんだ天皇は周囲の反対を押し切って貞子を宮中に連れ戻している。道長は貞子を皇后に祭り上げ、我が娘彬子を中宮にするという強硬手段に打って出る。そのため一条天皇と道長の関係は徐々に険悪となっていく。やがて貞子は内親王に続いて一条天皇の第一王子となる敦康親王を出産している。しかし貞子は一条天皇の2人目の内親王を産むと大量出血を起こして逝去してしまう。中宮となった心の優しい彬子は貞子が残した敦康親王を引き取って養母となっている。彬子は一条天皇との間に敦平親王後の御一条天皇と敦長親王後の御朱雀天皇を生んだ。しかし一条天皇も彬子も貞子の忘れがたみ、敦康親王が皇太子になることを望んで大事に育てた。ところが一条天皇の生前中に敦康親王を皇太子にすることを道長は絶対に許さなかった。そのため敦康親王を我が子のように育てた中宮彬子は父道長の冷徹なやり方に反発して道長のライバル藤原実資に相談している。この時に中宮彬子と実資を取り継いだのが紫式部であった。ところで一条天皇は大変な文学好きで、関白道高は貞子の女房に清少納言らを揃えていた。そのため道長もそれに倣って彬子のもとには紫式部や赤染右衛門などの優秀な女房たちを集めた。これによって平安女流文学が花開き、源氏物語や映画物語が生まれた。また一条天皇自身も学才があり、横笛の名手であったという記録が残されている。天皇は学問に秀でながらも温和な性格だったとされ、摂関家が大きな権力を握る中でも協調の姿勢を見せた。そして天皇は優秀な人材には分け隔てなく機会を与えたため、宮中には特に女性の優秀な人材が集った。我が国に仮名文学や神殿作り、大和絵や仏像彫刻などの国風文化が花開いたのはこのためである。さらに一条天皇は大変な愛病家でもあったことは有名である。藤原実資は所有記の中で代理で生まれた猫のために
一条天皇は儀式まで執り行ったことを記録している。この猫は名武の音戸と名付けられ、乳母もつけてもらって女爵まで受けている。また清少納言が執筆した枕草子には、一条天皇と名武の音戸とのエピソードが以下のように記載されている。名武の音戸につけられた乳母は馬の名武という名前の女性であった。ある時、名武の音戸が言うことを聞かないために馬の名武が腹を立てた。そして同じく宮中で飼われていた翁丸という犬に名武の音戸を驚かせるように命じた。翁丸に吠えられて驚いた名武の音戸は慌てて一条天皇のもとへ逃げ込んだ。事情を知った一条天皇は激怒し、翁丸は打ち据えられ、馬の名武は追放されたという。名武の音戸は人に飼われた猫の中で名前を持つ特定の個体として記録が残る日本では最古のペットである。そんな猫好きの一条天皇であったが、道長の強引な政治手法には次第に嫌悪感を覚え反目していく。もともと病弱であった一条天皇は1011年寛康8年5月22日ついに病に倒れた。この病を機に天皇に上位してもらう好機にしようと考えた道長は3日後、内々に戦術師を呼んで上位の占いを行わせた。すると上位どころか天皇の命が危ないという気が出てしまい、驚いた道長は清涼殿の二間でワンワン泣き出した。天皇はこの時清涼殿夜の音戸で病がしていたが、貴重の帳のほころびから一部始終をすべて見ていた。道長が天皇が病がする次の間で泣いたことは彼一流の芝居だったようである。自分の余命が短いと知った一条天皇はますます病状が悪化して翌月には重体となった。そして危篤状態となった一条天皇は6月22日には人事不詳に陥っている。翌朝には一時意識は回復するが、その数時間後に一条天皇はついに報じた。叔父の道長に翻弄され続けた32年という短い生涯であった。一条天皇の手箱からは、悪心がいると天皇の意向が隅々に届かないという意味の漢詩が残されていたという。新たに三条天皇が即位するが、皇太子には敦康親王ではなく敦平親王を道長は指名している。これには我が子敦平が皇太子になったにもかかわらず、中宮彬子は敦康を差し置いた道長のやり方に激怒したという。三条天皇は冷泉天皇の第二王子で、母は兼家の長女東子である。自分の孫敦平親王を早く天皇にしたい道長は、さらに三条天皇とも確執を深めていくのである。